京都駅八丈口。名店街にあるコンビニエンスストアにはちょっとおしゃれな伝統工芸品が売られています。その名もおふき。絹を手染めした京友禅のメガネ拭き、スマートフォン拭きです。このお拭きを作ったのが姫野勝次郎商店3代姫野隆さん。肩書きは漆海業。現代風に言うと京染めプロデューサーです。漆海は漢字でことごとく皆と書きます。漆海業の、仕事はですね、白生地を、染めて、でお得意先に収めるのがなりわいなんです。で、白生地を染めるの時にですね、柄であったりとか規格であったりとか、そういうものを考えまして、でお得意先から預かった生地を、その自分のイメージに合った染め屋さんで、やっぱり素材もいろんな素材がありますんで、それに適した染め屋さんで染めていただいたものを、得意先に収めてるっていうような仕事になりますね。長襦袢や肩裏、小紋など呉服の生地を主に染めてきました。近年はタペストリーや額装などインテリア。和傘や照明など和紙製品も形、素材にとらわれず染め付けています。漆海業の仕事の一端を見てみましょう。この日、姫野さんは室町通りの呉服裏地メーカーを訪れました。とりあえずだからこれはこの前の加工のまま試作の時に一旦だけ作ってもらったやつ。これで若干潜ってるでしょ。それは OK。だから後ろもこの上がり方でいいので。もうこれでいい。この色で4段。4段。これはもうこの生地ですね。です。それと、今度全く新しいご相談なんですけど、先染めになるのかな。職人さんがもうご高齢で、もう作れなくなっちゃって、で亡くなったんですけど、また営業さんが久しぶりに欲しいって言い始めて、で、ほんでほんまの草毛でいくんですか。それ加工賃次第かなっていう。めっちゃ高いんちゃいます。草木じゃなかったら完全な化学染料エキスのやつですよね。難しい注文にも最大限応えるいわば染めのよろずや。預かった白生地を染め屋さんへ。姫野勝次郎商店は150を超える工房と仕事をしていて、顧客の注文に合わせその都度染め方や職人を選んでいます。これは小紋の型染め。隣の板場では着物ではなくあるものを染めていました。冒頭で紹介したお拭きです。下染めを着物の柄を一度下染めするんですけど、12メートルか13メートルの生地なんですけど、それをメガネ拭きの一型分としてこういうふうにカットしまして、その上からメガネ拭き用の型を置いてもらってるというような作業ですね。お拭き用の型を起こし、下染めされたさまざまな生地に京都ゆかりの柄を染め付けます。年々やっぱり呉服の需要自体はずっと減少してるんですけれども、手加工でこれほど40センチ幅の生地にですね、
情熱をこういろいろかけて染めてるっていうのは、まあ、世界中こういろいろ見渡してもなかなかそこまでやってるっていうのがないので、まあ、であれば、まあ、一般の方にもうちょっと自分たちが染めた生地を気軽にこう手に取ってもらえるようなものを何かできないのかなということをずっと考えておりまして。手染めの京友禅をいつもポケットの中に。そんな思いから生まれたメガネ拭き、お拭きは2016年に販売開始。後にスマートフォン拭きも作りました。パッケージには着物を湿気から守る多頭紙を。コンセプトとアイディア、デザインが認められて2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。ただね、サンプルお拭きは姫野さんをはじめ4人の染色関係者が立ち上げたブランド染まるが企画、製造、販売をしています。店頭に立っての手売りに始まり、一緒に汗をかいて販路を開いてきたかけがえのない仲間です。ここの文字ありますやんか、これ、一応これ読めんことはないけどな、もうちょっとフォントをでかくするかいな。これ下もまだスペースあるから、この染まるを立ち上げるまでは基本的には染色をしてですね、まあ、生地を作り出しているっていう完全に製造側の人間だったんで、まあ、最終物を売るっていう行為に対して4人ともそんなに馴染みがなかったんです。でまあ作ってみて分かったんですけど、やっぱり作り手の思いであったりとか、そのものの背後にあるストーリーであったりとか、まあ、そういうものがやっぱり伝わるようなものでないとなかなかやっぱりお客さんの元に手に届かないなっていうふうに気づいたんです。売り場に並ぶポップアップや重機は手作り。妻の貴子さんがデザインを担当、姫野さんが組み立てます。気持ちいい。手作りのポップアップは染まるのメンバーの思いや職人の思いを消費者に届ける一番の近道。人には任せていられません。お拭きはネット販売も京都以外での販売もしていません。私たちがお拭きを京都以外で販売しない。でネット販売はしないというふうなことを頑くなに守り続けているのは、短期間に物が売れればそれでいいというふうには思ってないということなんです。今京都市内で取り扱いいただいている店舗は、私たちが一軒一軒足を運んで、伝統文化を守るために、こういうふうな形のものを作って、少しでもお客さんに届けてほしいというような思いをですねお話ししまして、でその思いに共感していただいたところ、売るだけじゃなくてですね、そういうストーリーまで一緒に届けてもらえるようなところでやっていただきたいというのがあるんで。漆海業のノウハウを土台に、姫野さんは新たなものづくりに取り組んでいます。ここはぼかし友禅の工房。生地の両端をローラーにかけてハケで染めていきます。漆海業姫野隆さん、着物を染める傍ら、今からですね、こっちが蝶ネクタイ用の生地を染めるところですね。蝶ネクタイって言ってもそんなに大きな生地がいるわけじゃないので、いろんなバリエーションを出すためにさまざまな着物の生地を普段染めてる時に蝶ネクタイの生地も一緒に染めるというような形をとってます。蝶ネクタイに使う生地は端を利用したり余分に付け足したりして手間とコストを抑えているのです。ぼかし、手書き、濡れ書き友禅で染めた一点物、200種類もあります。数多くの染め職人と付き合いのある漆海業だからできること。2月、姫野さんの姿は東京銀座にありました。三越伊勢丹、京都府、そして
事業者が共同で開いたものづくりイベントに姫野さんも出展。蝶ネクタイを初披露しました。漆海業はですね、企画、プロデュースみたいなことから、白生地を染め上げて作り上げていくっていうような仕事ですんで、最終的にアウトプットするものが着物と違うものになっただけでですね、基本的な考え方っていうのはあまり変わってないと思います。40センチ幅の証券の生地だからといって着物にしかできないっていうことはないんですね。おふきは滑らかな絹の手触りと手染めの味わいを。蝶ネクタイは職人の多彩な技術を世に知らしめたい。漆海業、姫野隆さんは大勢の人々に支えられ、新しい京染めの可能性を追求しているのです。